こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日は、どういう株に投資するかっていう自分のスタンスを見つけようってことで株について説明します。これ第3回目ですね。で、株式投資って、すごい経済とかが勉強しててメリットがありますと。で、元手が少なくても、できるっていうのがメリットがあって、それで結構レバレッジもかかりますっていうんでおすすめですと。で、比較的稼ぎやすいです。で、2005年から自分は株式投資やってて、今まで2000万ぐらい稼いできたので、どうやって稼いだかっていうのを、説明します。簡単には稼げないんですけども、基礎からですね、しっかり勉強することで、株とは何かっていうのを今まで説明してきましたと。あと、上場した株を買うとか、口座を開設、SBI 証券とかで開きます。前回説明して、まだ口座開設してない人は、詳細欄に貼っとくんで開設していただいて、その後 PR、PBR、配当とか、そういうですね、株の数字どの辺見るのかっていうところを過去2回説明してきました。今日はもうちょっと深めていって、具体的にどういう株をですね、買っていくのがいいのか、それを各自決めてほしいっていう、決めるような材料を与える形で、説明していきます。でまずは、安定するのか成長したいのかっていうスタンスを決めた方がいいですね。なので大きく分けて、大体その安定志向の人ですね、10万円を1年後に11万円にしたいよと、年間 10% ぐらい増やしたいよっていう方、それはそれで全然安定、10% 年間増やすだけもすごい大変なんですけども、銀行の金利がね 0.0 何パーとかっていう時代なので、10% 仮に増えたらそれ複利で増やしていけばすごいいいですと。なのでまずは 10% 目標に安定的にするっていう人もいれば、自分とかは攻めのスタンスで、10万円だったらなくなってもいいだろうと思って10倍の100万円を狙っていくような10倍を狙っていくような投資ですね。そういうこともできますと。なのでどういうスタンスで買うかっていうので全然違ってきますよと。でこういう結構複利でコツコツやるのと、こういうレバレッジをかけて10倍になるような株を狙う、混ぜてもいいですし、そのどの辺のスタンスでどういうふうに目的でですねやっていくか、例えば1億円持ってたりとかしたら5% だとしても500万円増えるんで、それだけでもねサラリーマンの年収ぐらい稼げるんですよ。なのでその何パーセントぐらいを1年間に増やしたいのかっていうことでおのずとその狙う株とか方式が変わってきます。なのでそこをどうしたいのかもやもやしないでしてると決められないので、まずはどうなりたいのかですよね。これでも1年後11万円になって、またさらにね複利で11万円を 10% 増やして12万1000円になっていって、売買ゲームでね徐々に複利で増やすのもありだと思いますし、いきなり5倍10倍狙っていく、そういうのも全然ありだと思います。であと現物取引っていうのは現金でそのまま株を買うようなイメージですね。あと信用取引っていうのはお金を、持ってる額よりも多くの額を取引できるような取引形態になります。なので現物取引は現金の株を買うんで、例えば10万円の株買ったとしたら、前回やったようにその株が最悪会社が破綻したらそのお金がなくなるだけで済みますと。ただ信用取引は借金をして、株を多く買うことができるんで、大体3倍ぐらいは買えるので、ハイリスクハイリターンですよっていうことになります。でまずは慣れないうちは信用取引やらない方がいいですね。慣れてる人だと信用取引を使ってレバレッジかけずにそのままやるっていうのもありなんですね。結構繰り返し売買するような人ですね。デイトレードとかで売買する人は現物でやっちゃうとその、売買回転できないので信用取引で売買するんですけれども、まずは現物で持って売るっていうスタンスで説明します。もしデイトレードやりたいんだったらこっちですね、信用取引ですね。というので僕は現物で勝負してます。はい。で先ほど言ったみたいに安定志向なのかその成長志向なのかっていうね、大体その株を狙うエリアも変わってきます。でまずは大体時価総額っていうのを前回説明しましたが、時価総額をイメージしておいた方がいいですね。で大体超大企業はやっぱ時価総額1兆円超えてくるような大企業はどちらかというとやっぱ安定してるんですよね。そんなにその市場のシェアを大体取っちゃってるんで、そんなにねなんて言うんだろう、
莫大にそこから増えるっていうことはないですけども、安定して稼いでくるような、トヨタとかも本当にこのトップですよね、トヨタとか。安定して、稼いでるけど、今時価総額22兆ぐらいあるんですが、それが時価総額100兆とかになるかっていうと、簡単にはならないですよね。今、もうほぼトヨタの自動車のシェアってかなり、世界の中でもトップクラスなので、そこからさらにその自動車がこれ以上増えて、そのトヨタがバンバン成長していくかっていうと、結構考えにくいかなっていうふうに一般的には思います。で、もうちょっと大企業ぐらいだと、時価総額1000億から1兆ぐらいの間で、これ僕のイメージなので別に定義でもなんでもないですね。で、中小企業は大体、上場してる企業の中で中小っていうと、100億から1000億ぐらいの間で、その100億切ってくるともうかなりベンチャーみたいな形で、ベンチャーが潰れかかってる企業がどっちかですね。この辺になってくるとそんなに大きな小さい企業ってイメージで、この辺って結構取引出来高自体も少ないんで、そんなに取引されないから売買も頻繁にされないんで、あんまりお勧めしてないですね。大体この辺ですね。で、年間 10% とか安定的にですね、5% とか言うんだったらこの辺の超大企業の株買ってもいいですし、自分とか結構この中小企業ですね、時価総額100億から1000億ぐらいのところを結構買うのが多いですね。それがこう成長して大企業になるぐらいのところで売るみたいなのが僕は得意だったりするんでなのでどれぐらいのですね株増やしたいかっていうのでスタンスを決めてものすごい成長したければやっぱベンチャーで、そうするとベンチャーとかだと100倍とか狙ったりしますね。ヤフーとか数千倍とか数万倍になったりしたりとかしますし、知り合いとかは本当に50万円出資したらね3億円になった、上場前に買っといたら50万円が3億円になったって人がいたりとか、本当こういう上に行けば莫大に増えるみたいな感じでこの辺の狙ったりっていうのもあるので、自分がどの辺のスタンスを、選ぶかによってその株を選ぶっていうところで見ておいていただければいいかなと思います。どこがいいってわけないですね。そのステージに合わせて選ぶと。で、あと次に、株選ぶときに結構チャートっていうのはそこそこ重要になってくるので、チャートについて説明します。これはなんか白と黒があってなんかこういうヒゲが出てるのろうそくっていうんですけれども、それの見方とかも説明します。こう下がっていって上がってみたいな感じで、これで結構流れがわかるんですよね。で、あとこの平均的にこれが黄緑のやつが移動平均線って言って、これが5日間の平均、過去5日間の株の平均値をこう出しているのとあと赤が25日平均と、青が75日平均みたいな感じで、この平均的な線で、なんとなくこう見たり移動平均線で見るっていうのがあります。あとこの下にある棒は出来高で、その取引量ですね。どれぐらい取引株がされてるかっていうので、なんか勢いがあったりするといきなり出来高がバコンと増えて株価が上がると、それがすごい買いのサインだとか言われたりとかするんで、意外と出来高が多いと重要になります。なんで出来高が重要かっていうと、前説明したように株が上がるっていうのは欲しい人がいっぱいいるとやっぱ株が上がっていくんで、やっぱその出来高取引いっぱいされてる株は人気になるっていう方が多いんですよね。知名度があったりとか。なのでいきなり出来高が急変するとそこから買われ始めるっていうパターンがよくあるんで、結構出来高のが増えるっていうのはいいサインですね。逆に売られ始めるっていう悪いサインにもあったりするんで、出来高も注目しないといけないです。なのでこれがチャートの基本で、このロウソクっていうんですか、これの見方もまず知っておいた方がよくって、白抜きは、これ逆のパターンもなんですけど、白抜きは上がってる時ですね。でこの黒はだいたい下がってる時を意味しますと。で、この太いところが始まりと終わりなんですよね。始まりと終わりで、で一番下がミニマム最小値で、一番上が最高値みたいな形になってます。なので、これ見ると始まりはここから株は始まったんだなっていうふうに分かります。これ1日の例えば、線だとすると、横軸を時間で縦軸株価だとすると、始まったのはここで下がって、でここからこう一回盛り返してまた最後下がってこの辺で終わったなみたいな、そういうなんかこう始まりとミニマムと最大と終わり値、それがこの1本の棒に表せるってことで、これで結構勢いが分かったりとかするんで、意外と深いです。これ日本独自なんですかね。海外とかだとこのろうそくあんま使われてないような気はしますね。でこれ結構これからすごい情報を得られるんで、これを見たらもうこういうのがこう頭の中に変換できるようになっておくといいですね。黒いのは逆で、
下がった、これマイナスになったってことで、ここ太いところから始まって、上がって、下がって上がって下がって上がってなのかわかんないんですけども、大体こうすると上がって下がって戻して終わったぐらいで、ここは終わりですねっていう風になりますと。つまりこんだけ下がりましたよってイメージになります。なので結構これから強さが分かったりすると。例えば、どういうのが分かるかっていうと、例えばこういう、下髭って言ったりするんですけども、こういう下髭があるってことは、どういうチャートになってるかっていうと、始まりここだったんですよね。で、一回下がりましたと。でも、下がったけど、すごい買われて戻って上がったよってことで、なんか戻りのパワーがすげえ強いっていう風に見るんですよね。でこれが、株がさっきのチャートで安いところで、こういう下がったところでこう下着がバコンと出たりすると、この辺がもうそこで、そこからすごい勢いで反復して反転のサインだとか、そういう風に言われたりとか、一般的にはしますね。逆に上髭はこう株が上がっていったけど、そこから一気に上がりすぎたから売られていったってことで、この辺がピークになるっていう風に言われたりとかしますね。あと窓っていうのもあって、こうポンポンとやってこうトンネ開くと窓とか言われてて、そこから窓を閉めに行くっていう、こう下がってからまた一回上がるとか、窓をこう上にこう行くよみたいなのはよく言われますね。はい。埋めないパターンもあるんですけども。あとこれは投資の教科書から出てきたんですけど、こう株がこう上がっていって、こうなんかだんだんこう三角持ち合いっていうんですけども、こう抵抗線、上の抵抗線と、こう下のこう線を引いたところですね。だいたいこの範囲でこう、行って、そこからその抵抗、この線を越えると一気にこう上にこう離れるっていうか、上にこう一気に上がったり、逆にここから下下がるとここから下がる、バッと一気に下がるみたいな、そういうサインの目安としてこういう三角持ち合いとかよく出ますね。なんか何の根拠もないかもしれないですけど、そういうのが一般的に広く言われてるんで、上がったからこれでさらに上がるだろうってみんな思って買う人が出てきて、それでさらに上がるってパターンもあるし、逆に下がったらそこからさらにここで下がるだろうっていう風に来たりとか、そういうのがありますと。で、あとゴールデンクロス、デッドクロスっていうのもあって、これ結構僕は好きなんですけども、長期の移動平均線と短期の移動平均線、両方こう下がってるところからこう上向いたところでゴールデンクロスって言って、ここからトレンドが上がりますよっていうサインになりますと。で、逆にこう短期が下がって長期もこう下がり始めるとデッドクロスって言って、株価が下がるトレンドの変換点として、言いますね。で、移動平均線、どれとどれで見るかっていう見方によって全部違うんで、大体自分の中で統一してみるといいですね。僕とか13週の、収束と、26週とかで、中長期のトレンド見たりするのがよくありますね。あと52週とか、そういうのが見たりするんですけど、その人それぞれですね。何で見るとかっていうルールはないです。その他にもこの株っちゃおうっていうサイトさんとかから見ると、もうこんだけもうむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。株のなんかチャートのサインって。もう全然覚える必要ないんですけども、なんかこういうの、上原宮どうこうとか、なんか包み込み線とかたすき屋とか首吊り線とか、いっぱいあるんで、で、大体チャートでうんぬんかんぬん優勝って大体結果論で言うんで、なんかこうここに首吊り線が出るからここが下がるサインだからなんで買ったんだとか、大体後からこじつけて言うのが多いんで、あんまりこれを極めたところで勝てるかっていうとあんまり勝てないような気はするんですけども、いろいろあって結果論でごちゃごちゃ言ってる人とか多いイメージありますね。これ一部でもっといっぱいね、赤三平とかいっぱいそのチャートの本読むとむちゃくちゃいっぱい出てくるんで多分覚えられないですね。黒三平とかね、そうちょっと言葉に発したことないんで読み方はよくわからないですけど、そういうのもありますと。なのでチャートを見たらといいことはあるかもしれないですね。で、あと買い方として、スタンス決めてチャート見て、あと株の買い方としては上から順に安定的にいくんですけど、まずはドルコスト平均法っていうのがあって、毎月一定の金額買う、毎月5万円ずつ買うとか、毎月1000円ずつ買うとか、毎月同じ金額買っていくことをドルコスト平均法っていうんですけども、それが結構安定していて、NISA とか積立 NISA とかはこういう形式で毎月同じ金額買っていくんですよね。それ何がいいかっていうと、株価がこう下がったらその分多く株を買うんで、平均的にこうなんていうか鳴らされやすいんですよね。でどんどん平均の取得単価が下がっていって、上がったところでその
利益が出やすいっていうような感じで、ドルコスト平均法は結構安定していいと思ってます。ただ下がり続けて永遠下がるものにドルコスト平均法やると破綻するので、そこはね、積み立てで、その負荷にならない感じでずっと続けて、月々1000円でもいいですし、ドルコスト平均法で買っていく。で、毎月100万円ドルコスト平均法とか、もうそれはやめた方がいいんですけども、本当に負荷にならない感じで、もう5年、10年続けるぐらいのスパンでずっとやっていくようなイメージでドルコスト平均法やっていくといいですね。持ち株買いとか入ってたりとかすると、大体ドルコスト平均法とかで買っていくイメージが多いですね。ただ何回か分けるってことで、例えば50万円とかで株買おうと思って、予算が100万円あったとして、20万円ぐらいの株買おうと思ったら、1週間に1回ずつ、20万円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 っていう風に買っていくみたいな、そういう風に何回かに分けて、買っていこうでも株価が変動しても平均的な値で買える感じになるんで、そういう風に最初から決めて、何回かに分けて買うっていうのはありだと思います。ただ一点買い等でもいきなり100万円買うと決めたら1点で100万ポンと突っ込むみたいな、そういうのも全然ありで、それは結構大人買いですね。僕結構これが多いんですけども、1点買うみたいな、その投資のスタンスとどれがいいってことはなくって、でこう何回か平均に買ってる途中でバコンと上がったりするとこれ後悔するし、1点ガンって買った後に下がるとまた後悔するとか、どっちもね、良さもあるし悪さもあるんで、なんとも言えないんですけども、上に行けば行くほど安定志向だし、下に行けば行くほどこうギャンブラーみたいな感じになるんで、そこはもういい感じになるといいですね。あと買った後なんですけども、損切りが結構やっぱ重要で、やっぱ損切りできないとダメですね。損切りできる投資家になった方がいいですね。自分もリーマンショックで下がったんですけども、リーマンショックを食った時にリーマンブラザーズ破綻した時にもう全部、売っ払ったんで、ストップ安になりながらも売ったんで、傷は浅かったですよね。あれがまたリーマンショックで 2,3 ヶ月かけてババババッとやっぱこう下がっていったんで、そういう風に下がっていってずっと掴み続けるとやっぱこうね、あっという間に下がっちゃうんで、もう最初に買う前に損切りラインどこまで下がったら売っちゃいますよっていうのを決めておいた方がいいですね。例えばこうトヨタの株でこう下がっていってもだんだんこう下がっていってますよね。なんとなくこう振動しながら下がっていくんですけど、もしここで反転するからと思って買った場合にですね、損切りラインっていうのを決めておいた方がいいですよね。今6700円ぐらいなんですけども、こう線があって、この6000円より下回ったらもう売っちゃいますよみたいなのをもう決めておいて、そこに逆差し値っていう注文ができるんで、例えば5900円以下になったら売りますって決めておいたら、5900円以下になったら自動的に売り注文出るような逆差し値っていうのができるので、それを設定しておくとかいいですね。そうするともう有無を言わさず勝手に5900円になった瞬間に売られるんで、安心ですと。そういう逆差し値狩りとかいろいろあったりするんです。悔しい思いもするんですけども、でもしょうがないですね。決めておいて、そこの損切りラインどこまでするかっていうのは決めておいた方がいいですね。あと下がった時に買い時だとか言って押し目だとか言ってこう買う人いるんですけども、僕はちょっと難品っていうか下がった時にさらに買い増しして平均取得単価下げるやり方を難品って言うんですけども、それは僕はお勧めしてないですね。それはもう最初に上がると思って下がったら、それはもう、自分の予想が外れたってことで潔くやっぱもう撤退するのがいいですね。そこでね取り返すとか言ってどんどん突っ込むと、落ちるナイフをねこう掴むみたいな格言があるんですけども、どんどん下がってるナイフをこう、掴むとどんどん血まみれになりますよね。そういうイメージでどっかでやっぱ破綻するんで、やっぱこういうどっかでやっぱ損切り損切りがやっぱ重要ですよね。破綻しないためには。でその損切りでもったいないっていうよりもやっぱこう生き残ることがやっぱ重要なので、全額どっかで損切りはすると。はい、ここまで説明したようにいろんな変え方があるしいろんなスタンスがあるんですけども、まずは自分のですね、資金ですね。例えば10億円持ってる人と10万円しかない人とかね、100万円しかない人とかで投資のスタンスも違いますし、例えばあともう70歳ぐらいでですね、もうすぐそんなに残された時間がないんだったら、そんなギャンブルみたいなことやらずに安定してやった方がいいですし、やっぱ小さな子供がいるのにね、ギャンブルみたいなこう株買ったりとか、奨学金とかね買って一発逆れんなみたいな、そんな絶対やめた方がよくって、最初にも言ったようにまずは安定志向か拡大路線かっていうので、最初に決めたお金ですね、それを、持って例えば50万円はもうなくなってもいいんだと思って、その50万円の中であると300万円ぐらい持ってたら50万円ぐらいなくなってもいいや、それを50万円を
10倍500万円に増やせないかっていうんでちょっとずつやっていくとか、そういう感じで、スタンスを決めてやるのがいいですね。で心にゆとりがあるレベルがおすすめですね。これでまた人生変わるぐらいの金額かけたりすると、本当にその株価の変動でかなり精神状態が不安定になるんでおすすめしないですね。自分は一回ミクシーの株で3000万ぐらい保有してたんですけども、ちょっともうダメですね、こんな持ってると2日ぐらいで1000万吹っ飛んだりするんで、なんかもうわけわかんなくて、年収をはるかに超えるぐらいのが1日2日でなくなったりするんで、逆もしっかりなの2000万円がね、いきなり3000万になったりとか、するんで、なので値動きが激しすぎると消耗するんで、自分は不動産賃貸業を始めてからこういう危ないのはもうやめて、やっぱ不動産抱えるってことはやっぱ銀行からお金を借りてて、事業として経営してるんで、安易に現金をなくすような行為はちょっとできないってことで、こういう危ないっていうか、こういう一点買いみたいなのはもう最近はちょっと控えてますね。でそのスタンスですね、いろいろ、家族がいたりとか、学費がとか、いろいろあると思うので、そこで無理のないレベルでですね、安定的に、月々ちょっとずつ積み立てドルコストでやってもいいですし、安定的に年間 5% とか狙って、平均安定したところ買って配当とかで手堅くいくとか、いろんなスタンスがあるので、それはもうちょっと決めていただいた方がいいと思います。で今まで株の基礎1っていうので、そもそも株って何っていうのと、株の基礎2ってことで、株の買い方とか口座の開き方みたいなのやってました。で今日3回目で、また今度は4回目をもっと具体的に、ちょっと中上級者向けで自分がどういう風にして株を選んでるかとか、そういう決算書の見方とか、もうちょっとハイレベルな感じになるので、この辺見返しておいてもらえば、役立つと思います。はい、今日は以上です。いつも最後までご視聴ありがとうございます。このチャンネルは、株だとか、不動産投資、あとビジネスとか、いろんなですね、役立つ情報をやってるんで、もしよかったら、チャンネル登録してもらえれば、すごい役立つ情報を発信してます。で、あと、ツイッターとかですね、やってますんで、もしよかったらフォローしてください。あと、もしちょっと質問あったら、わかる範囲で答えられる範囲で、どの株上がりますかとかでもわかんないですけども、答えられる範囲で、質問答えてますんで、よかったらコメント書いてください。あと、高評価もらえると嬉しいです。あと、LINE アットやってますんで、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。